これは何ですか今日は。まあ世の中には、はい、いろんなサイクリストがいますと。はい、その様々な地域でこう自転車を楽しんでる人たちの様子、自転車を作る人たちにフォーカスするっていうより、自転車を楽しんで、面白い活動をしてる人たちに今日はちょっとフォーカス置いてみようということで、はい、話していきたいんですけど、はい、ローカルのサイクリストのそういうムーブメントに僕がこう注目するようになったきっかけっていうのがやっぱ出ました。今持ってるそうね、コーリングインシックですね。コー見リングインシックなんですよ。これいつぐらいからやってるんですか？これね、わからんのよ。わかんない。で入ってきた一番最初にブルーラグに入ってきたのがやっぱ一番僕的にも衝撃だったベン・ゴアがさ、スケーターのねクレームをキックフリップしてるここに多分ストリートに飛んでるやつですね。イッシュ5。イッシュ5、そう。あれがね、2020、俺が入社して多分2020年がコーリンシックの一番最初の投稿だったんで、あ、そうなんだ。それ以降のイインスタのねッシュ1から4はそれに載ってなくて、やっとアカウント作ったわみたいな投稿してたから、それまではもっと個人でやってたんだ。やばいね。身内のあれだったのかもしれないね、最初はね。はい。そう、でもブラウンさんが撮った写真で、なんかもうドカーンって俺の中でなって、あれめっちゃかっこいいですよね。ベン・ゴアだね。確かその時ね、チューヤンさんがなんかもうウィル君経由で、なんかアダムに連絡取って、これ作ってるアダムさんね。で、なんか何冊か入ってきたの。そうそう。で、なんか売るまでにはいかなかったんだけど、なんかスタッフ内だけでみたいな話になって、それ買ったんだっけな、忘れちゃったけど、あれがとにかく衝撃で、そう、それまでやっぱ俺自転車とか、あんま知らなかったし、ぶっちゃけね。今もそれあんま知らないけど、その楽しみ方自体も知らなかったわけです。ライドって何みたいな。ピタピタで行くんすか自分みたいな。修行みたいなイメージあるんですよね。そう。いや俺そんななんだよなって思ってて、雑誌が出て読んでいくうちに、へーみたいな、こんな感じなんだ。普通にディッキーズとかバンズでカゴになんか荷物ブシャって入れてなんかトレイル行ってる感じがすごいかっこよくて、やっぱ俺はアダムとコーリングインシックにその自転車の俺なりの自転車の楽しみ方とか教えてもらったし、そうなんか自転車の遊びみたいなのを多分最初に教えてもらったのはこの人ですね。なんかリベンデルの見方もちょっと変わったというか、そうなんかもうちょっとこうクラシックというかオールドスクールなちょっとおじさまっぽいイメージが僕は若干あったんですけど、そうあの表紙がまずもうスケーターがサンフランシスコのストリートでバコン飛んでて、クレームがバーンって映ってて、めっちゃかっこいいじゃんこれみたいな。でいろいろ掘っていくとなんかリベンデルのウィル君とコーリングインシックのアダムがもともとスケーター友達で、そう過去のブログとか見てるとそのアダムとウィル君と他のスケーターとツインピークス登って頂上で雑魚寝して一泊してで帰ってくるリベンデル雑魚寝してんだ霧の中でみたいな、めちゃくちゃかっこいいじゃんこれみたいな、なんかそういう使い方もあんだなみたいな、てかそういう人もリベンデル飲んだなっていうのが。そうだよね、かっこいいんだよね、楽しみ方っつうか、確かに言われてみたら目に入ってくるものは他なかったですよね。そういう活動してる人でジンとかなんか作ってる人で、そう僕たちが好きみたいなスタイルのライドしてる人たちは今あるけど他はなかったかもしれない。そうなんか全てのきっかけっつうか、こういう世界があんだみたいなのが、やっぱコーリングシック。確かに。サンバあれだよね、この間サンフラン行って、そうですね、実際にその遊び方をしてきたわけだけど、そうちょっとみんなの遊びに参加させていただきました。聞かせなさいよ聞かせなさいよもう聞かせなさい、何から話がいいのかな。そうだよね、なんでどういうあれだったんだっけ話ででも本当に誘ってもらったんだっけ。そうっすね、なんかもともと会う予定なかったんですけど、そうそれこそリベンデルのウィル君から僕らがアメリカ、メイドの出張の後サンフランシスコ行って、1週間ぐらい滞在してるっていうのを、ウィル君も知ってて、そう急に夕方ぐらいに連絡来て、なんか今からみんな空いてるからライド行かねみたいな、そう連絡来て、全然行くっしょみたいな逆に空いてたのすごいね。
確かにね、そんな急だったんだ。そう、マジ急だったっすね。ブラックマウンテンサイクル行くっていうのがメインの日で、がサンフランシスコの郊外にあるんですけど、ゴールデンゲートブリッジ渡ってそこ行って昼は、朝からずっといて、サンフランシスコ戻ってきてどうしよっかねみたいな、マッシュ行くみたいな話してる時に車の中でピコーンってカーナビのとこにビールって出てきてマジでそれも熱いよね。なんかもうゲームみたいな、なんか次のキャラ出てくるみたいなこうやって繋がっていくので、次のキャラね。で呼ばれて公園に指定された公園に行ったら、そのウィル君とあとリベンドジェームス君と、スカラバイクってブランドのビルダーの方とかで、ちょっと街こいでってツインピークス行こうぜみたいな感じ。だもう急に予定になかったんで、マジ行けんのあそこ暑みたいな結構こういうアメリカのストリート系、ツインピークス聖地じゃないですか。スケボーもだし、チャリンコもだし、マッシュとかもそうだし、でもうなんだろうな、でも言うて日本と変わんないっちゃ変わんない。もうそんぐらいノリで集まって、アダムも気がついたらなんか交差点で急に現れてやばいね。そうなんか時間作ってきたわみたいな感じでみんなで登ってって、そうでも嬉しいよね。そうですね。その街からもうほんとすぐツインピークスアクセスできちゃって。どんぐらい漕いだらそんぐらい？いやでも20分30分ぐらいとか。そう。こっから多摩川ぐらい近い。でもそんな感じですね。こっから多摩川よりなんか近いよ。近そう。近いっちゃ近いですね。もうなんか街が全部坂というか、言っちゃえばツインピークスの麓に街があるみたいな感じで、なんか漕いでったらすぐ上になって、そう。で下りはシングルトラック。そういつものとこあるから行こうぜって連れてってくれて、そうもう公園の裏にこう細いダートがずっとあって、最高だね。最高だったっすねっていうなんか自慢みたいな。そうだよね。いやいいでしょ、自慢でしょそんなもんなかなか日本、東京にないのかな。東京にはそう何度考えてもそうやっぱあっち行ったらどこもかしこもライドしたら楽しい場所しかないし。そうだよね。ミンミンも最近アメリカ行ってたもんね。そうっすね。でサンバの1週間後に僕もサンフランシスコとかも行ったし LA とか、そっちの方にも行ったんですけど、基本もうでっかい公園いっぱいあるし、でっかい公園には必ずトレイルがあるし、そういうトレイル以外にもなんかわかんないですけど、でもマジでこいつらしか走ってないのかなぐらいの道、多分普段から毎日走ってんだろうなみたいな獣道がいっぱいあったりとか、ちょっとやばいっすね。ちょっとやばいっすね。語彙力。ちょっとやばいっすね。いやそういうのは羨ましいなって思うけど、だから実際自転車のそういう遊び方がなんか普段からいるもんだから、それはこういうものもできるのかなとかちょっと思ったりは実際したけど、サンフランシスコとか特にね、もう超スモールタウンだなと思って、常にゴールデンゲートブリッジもね、別にどっから行こうと思っても多分30分で行けるじゃん。行けるっすねサンフランシスコって俺らが思うとこからだったら多分行けるんですよ。こんなに近くに全部があるんだったらそりゃそうだわってちょっと思って羨ましいなと思いましたけど、いろんなカルチャーのねメッカになってる理由もちょっと分かったかなっていうところで、実際なんか普通に街いてもまだサンフランシスコはメッセンジャーも結構自転車のメッセンジャーの方も結構いらっしゃるので、かっこいいバイクもめっちゃいるし、でゴールデンゲートパーク行ったらスケーターもめっちゃかっこいい人もいる、街にもいっぱいいるし、そこにはいっぱいいるし、こういうかっこいいカルチャーが集まるのはそりゃそういう場所なんだなってちょっと思いました。はい、こういうのもなんか今でこそね、なんか T シャツとかステッカーとかグッズいっぱいありますけど、ブランド作ってやろうみたいな感じで始めたっていうよりは自然とノリで、多分アダムの先輩たちも同じような遊びしてたし、自然発生的に自然と自転車好きになって自然とそういうトレイルで遊んだりとか、普通の街中でもちょっと遊んだりたむろしたりしてて、それをずっとやってる人生があって、なんかポッといい写真撮れたからジンにしようかなとか、多分イッシュ1とかそんぐらいだと思うんですけど、イッシュ1気になるよね。めっちゃ気になるですよね。なんかどんな調べても出てこないんですよ。そうだよね。4はね、扱ったんだよね、1回。そうなんですね。5が数が入ってきて、ちょっとなんかバックナンバーみたいなのもやってみようみたいになって、でその時4ぐらいしかねえわみたいになって、で4は1回だけ入ってきたのかな。でその雑誌っていうのもねいいんだよね。アダム元スケーターで、そのスケーターってやっぱいまだに
結構アナログな人間たちだから、まあもうスケボー自体がアナログなので、木だし。木の板っすね。そう。だからなんか結構まだ雑誌とか読むのよね、みんな。そのスラッシャーもそうだけど、スラッシャーぐらいしかないかも。それがやっぱね、これでアダムも出してくるっていうのが、そう。やっぱ分かってんなっていうか、やっぱその辺はスケーターなんだなっていう。そっか。じゃあなんかこう雑誌作るっていうのは一個こうやりたいことみたいなぼんやりあるんですかね。スケボー。全然ぶっちゃけね。アダムインタビューしたいよね、一回ね。てか日本に来いっていう。まあちょっとね。ですね。確かに。そういう遊びみたいなのをなんか初めてなんか分かんないけど、僕たちの目に入るようなものとしては初めてフィジカルを作ってくれたから、多分結構いろんなブランドの多分きっかけには絶対なってると思う。めっちゃみんなインスパイアされてると思うし、まあこの表紙に写ってるね、ジノサックのあれとかもね、絶対。ジノサックもね。ジノサックって何ですか、彼のさん。ジノサックはなんか集団です。まあミネアポリス出身なの。あれが初めてジノサック知ったの多分友達かなんかにね、そのインスタ教えてもらったの。こいつらなんかやばいみたいな。その時なんかフォロワーが全然数百人とか300人とかしかいなくて、でなんかそのスケボーをよく撮るカメラが VX1000 っていうソニーのもうビデオテープだ。それでスケボーでよく見るアングルでめっちゃチャリでスケボーしてる。そんな人たちをなんかまあこう友達と見てて、何こいつら絶対スケーターじゃんみたいな。でまあなんかいろいろ掘っていくと、そのミネアポリスが拠点で、まあみんなスケボーやってた人たちがコロナぐらいからまあ自転車移動手段として乗り始めて。楽しくなっちゃったみたいな感じで。スケーターもですけどあれですよね。やっぱミネアポリス多分めっちゃ寒い地域だと思うんで、スノーボーダーもめっちゃ多い。結構雪の中クリップも結構あるじゃないですか。確かに。なかなか他ね結構こういうの西海岸だからあんま見ないシーンがあるなっていう印象です。そうなんかミネアポリスっていうのがやっぱ暑くてさ、まあサーリーがあるさ。まあ、てか QBP か、がある土地でさ生まれたっていうのも暑いじゃん、そのやっぱなんか街やっぱみんな自転車遊ぶんだねみたいなやっぱそうなんだみたいなすごい納得できたし確かにかっこいいんだよね。しっかり寒そうな格好して走ってるのとかがなかなか他だと見ないんで、こういうキャンプしてるのとかもいいなと思ったりするんですよね。確かにファッション全然違うっすよね。なんか確かになんかそうコーリングシックの方がちょっとお兄さんって感じがそうですよね。お兄さんが落ち着いたスケーターの感じですよね。そうもうスケボーとかムジムジでディッキーズで普通にバンズみたいな。普通にジノサックは結構なんか服装もかっこいいなっていう。そうだね。なんか世代が若い。ぽいね。そうだね。今っぽいっすよね。どっちかっつうと2人に近い。いやどうなんだろう。年齢多分僕近い人全然います。そうだよ。はい。結構若めだよ。ジャスティン、まあリーダー格のジャスティンみたいなのが、ジャスティンって人頭回ってないから。ジャスティンって人がリル・カンブジアン。そう。いくつつだっけな。でもなんかもうアラサーって言ってたからまあ僕と一緒ぐらいだと思う。俺よりちょっと年下だと。でなんかこの人たちの自転車のそのセッティングみたいなのをまとめたバイクパッキング .com の記事がある。それがめちゃくちゃかっこよくてこの辺に多分載ってると思うんだけど。サブさんがめっちゃ大変だもんね。この辺にも好きかこの辺にもあるかもしれないですけどその自転車のビルドみたいなのがあってもうみんなジャンルごちゃごちゃなのよ。オールドマウンテンもいれば、まあ、クラストもいれば、やっぱサーリーとかもいて、やっぱノラサーリーっていうかさ、わかるっすよ。かっこいいよね。かっこいいっすよね、シャリー。リアルな感じっていうかさ、なんて言えばいいんだろうね。ミネアポリス、そう。ミネアポリスで、サーリー乗ってるっていう人がめちゃくちゃ、そういけてるんだよね。なんか遊び方を絶対サーリーが
こういう遊び方あるよのなんかそうが熱いっすよね。ずーっとそれが根強いんだろうなっていうのがあって、さあに欲しくなるんだよね。最初僕が見てた時は、まだクラスタとか乗ってるっていうよりかはもう結構もう本当移動手段として最初は買ったのであろう、あの人たちの近しいメカニックがいるじゃないですか。メカニックっていうかバイクショップ、マックスバイクショップだから、サムマックごめんなさい、取引先さんこの辺に出てます。じゃあこの辺にそうとかは多分オールド MTB ほぼ専門ぐらいでやってる人だからと思うんですけど、とかもあったり、最初見てた時はまだみんなそういう感じだったんですけど、最近は特にねみんなクラスと乗ってて、エバージョン組んでましたね。エバージョンもこの人もエバージョン組んでたし、そうなんだ、最近そうなんだ。最近あとデレーチョ組んでる人もいて、その人がもともと1x1 乗ってたりしてめっちゃかっこいい、好きなライダー。ライダー何人いるんですかね。知らん、もうマジで50人ぐらいいそう。なんつったっけな、50人ぐらいいると思う。全員で押しかけるぜって言ってたで。やばい。日本押しかけるぜってちょっと困るっすみたいな。玉が連れてきます。玉がないんだよね。でもなんかそのね、いっぱいいるけどそれぞれスタイルあったりして、掘りたくなるというか、それぞれのねインスタグラムでもそれぞれの活動動画を上げてくれるから、もうはかどるんですよね。はかどるね。寝不足になっちゃう。俺結構この表紙のこれじゃないよ。この人好きなんだよ。ピーターさんでしたっけ。チェイニーくんだっけな、ウォンバット乗ってんの。そう。それもめちゃくちゃかっこいいっすね。この人見て俺ウォンバット組んだし。ローフィニッシュにしてるやつですよね。剥離して。全部剥離してさ、どっか写真なかったっけな。で、なんかあんまりマーチは出してないんだよね、確かね。そうですね。なんか物を売るっていうよりこうライド、すごいでかいグループライドを企画して、なんかいろんなポジティブなメッセージを世の中に発信していくみたいなスタイルもね、なんかいいよね。なんか定期的にライドやってるんでしたっけ。なんかジノマンデーみたいな。そうは地元でもやってるし、なんかもう最近いろんなとこ行ってるよね。なんかね、もうバイクパッキングばっか最初してたイメージだったんですけどね、もう今は300人ぐらいいそうなライドしてるじゃないですか。すごいよね。e バイクもなんならね、その感じも、ね、スクーターの人とかもいた。何でもあり。動けば二輪なら何でもありみたいな。そのコーリングインシックとかともライドしてるし、そうっすよね。LA 編もあった。そう LA 編もあるし、最近だとニューヨークとか行って、後で多分言うと思うけど、このボンシェーカーっていうね、これですね。ともコラボして、コラボっていうか一緒になってライドしてるっていう感じも、なんかみんな助け合ってるのがいいっていうかさ、コーリングインシックもジノサックの特集とかするし、これサンバの絵ですね。イシュー12お願いします。そこに猫ちゃんもコミュニティとしてなんかね、そうみんなが支え合って助け合って自転車の楽しさをね。アメリカもね、なんか広いですけど、いろんな場所でこういうのが多分どんどんポコポコ生まれてきて、これピーススポーツだね。ラモちゃんの日本来た時のやつ記事書いてくれてる。いいよね。どこ行っちゃったっけな。ジノ特集、いいや、買ってください。ジャケ買いもおすすめですね。ジャケ買いそうだね。単純に見てて面白いし、これは特にあんま他ないバイクパッキングをしてる時の写真たちで構成されてるから、なんつうのかな、普通にあんま他に見ないかっこいいバイクがいっぱい写ってる気がしますね。で特にジェノサックって本当バイクパッキングよくしてるじゃないですか。僕はそこが一番いいな、いいなっていうか僕も好きだし、なかなかこういうスタイルのライドをしてる人たちみんなで集まることはもうないから。でもスイフトなのが熱いね、全部ね。そうですね。いろいろ今スポンサーされてるところとかもあったりはすると思うんですけど、バッグいっぱいついててかっこいいっていうのの一番なんかみんなが思い浮かべる有名な人ってなったら、
結構ジェノサックなんじゃないかなって思います。フロントバーバックでっかいのついてみたいな。このスタイルだよね。すごいもんね、パッキングの仕方っつがもうジャスティン君の一回ロマンサー、とんでもないパッキングして結構多分有名な写真があるんですけど、そうなんだ。ちょっと載せときますね前後パニアにバックつけられるとこ全部つけました全部の線がバックが走ってるみたいな。バックが走ってるウケなんかそう UL とかでもないし、もうとりあえずあるものでどうにかするみたいな。だしきっと多分キャンプをめっちゃ楽しんでんだなと思って、自転車ライドするのもまあこの人たち上手だからいっぱい荷物積んでてもかっこよく走ってるんですけど、単純にもう遊びの中に自転車があるんだなっていう、そのキャンプはキャンプでめっちゃ楽しみたいんだこの人はと思って、それがかっこいいですね。いいね。キャンプよく行ってるもんね最近。そうですね。なんかしかも結構大きいクラストのねチッチさんの弟とかともそうだね、結構大きめになんかシカゴの方キャンプバイクパッキング行ったりとかしてて、マットさんだよね、チーチさんの弟もマットややこしいマットさんの奥さんのチーチさんの弟もマットでスケーターなんだよね、うまいんだよね。チャリ乗りたくなるっすよね、こういうの見てると。そうだね、なんかモチベーション上がるっていうかさ、このページとかめっちゃいいっすね。今どっか行っちゃったけど買ってください。買ってください。これがねまあなんか多分魔力があるっすよ。クラストとかコラボもしてるし、そうっすね。あとは何ですか？今度ピーススポーツ。ピーススポーツね。ピーススポーツね、もう友達もうアイザック・ラモスっていう、確かね最初どうだったっけな、インコンビニエンスストアさんとお仕事する機会があって、でその後にそのインコンビニエンスストアの小出さんが紹介してくれたの。でもともと小出さんとラモちゃんはなんかスケートパークで会った仲間みたいな。一番最初はダニーに紹介してもらったらしいです。そうなんだ。小出さんは。面白そうで初めて作ったのが、アイザックと初めてピーススポーツで作ったのがなんか顔がついてるトライアングルリフレクター、でかい方じゃなくてちっちゃい方なんだけど、そっからもうねめっちゃ日本来んだよ日本好きっすよね。めっちゃ日本好きで言ってくれてて、マジで友達レベルっすよ。もうだって俺ずっと LINE してるもん奥さんより LINE してる。やばいLINE なんですよね。それもあっち行って会った時 LINE がいいかもって LINE やってんの。 LINE って日本と韓国ぐらいしかやってないのみんな WhatsApp なんだけど LINE やってくれてるのそれ受けるんだよね。そうでもやっぱなんだろうね、その彼の僕が好きなのはもう純粋に彼のアートが好きで、そう日本に来た時もアートショーとかここでやらせてもらって、鹿児島のアッシュっていうイベントでやらせてもらったりとかして、やっぱね自転車もすごい好きなんだよね。もうあの人の家のガレージとか、まあ僕行ったことないから分かんないですけど、写真とかしょっちゅう送られてくるんだけど、もうすごくてなんか昔の30代はあるんですよね、多分。そうだね、めっちゃ陽気ですよね。そうめっちゃ陽気。ぜひね、また多分どうせ来るでまたイベントすると思うから会ってみたらもうみんな多分好きになると思うから、ぜひ。そうだな。僕あっちでもあったんですね。そうだよね、一緒にライドもした。一緒にライドももちろんしたし、ディズニーランド連れてってもらったり結構ほぼデートみたいなこんなに LA のやついるんだみたいな、なんかもう南カリフォルニアすぎる擬人化みたいなもん。擬人本当にずっと確かにそうだね。なんかディズニーランドでもうキャストさんともずっと喋ってるし、なんなら全然知らない、本当に知らない人とかとも常に喋ってるし、なんかでそしたらもう相手絶対笑顔になるし、だからそこにいるだけでみんな笑顔になるんだよ。確かにすごい見習いたいんだよねなんかね、こういう俺おじさんになりたいなってすっげえ思う。なんか話してるとアイザック自身も超おもろいし、アイザックもなんかほんとずっと面白いこと好きなんだろうなっていう。僕もメイド会場であったんですけど、もうなんか
身につけてるものとか自転車とかもなんか全部おかしいんですよ。なんかやばいよ、ね、もうこういうピーススポーツってブランドでやってる商品もありますけど、もう多分勝手にもう溢れ出てきちゃってて、そうなんだよね、作りまくってんですよね自分で。そう趣味みたいなもんなんだけど趣味でポールのステッカーも勝手に作ったり、ポールのステッカーも勝手に作ってコラボみたいな配りまくってたし、ブルーラグのレトロベルなんか自分でこう彫ってアートワークみたいに作って持ってるもんね。俺もそうもらいましたねステムキャップとかもよく送ってるし、ね、なんだっけ変な T シャツ着てたでしょメイドの時。メイドの時はこの辺にまあメイドの会場で入る前に急にラモちゃん柱の裏から現れて「うわーお!」みたいな結構近づいてきてまずもう目まん丸で「いやー!」みたいな「みたいな感じで近づいてきて、そうラスタカラーのバイクライで乗ってて、あれね、あれすごいよ、ね、その時点結構おかしいんですけど、日本を持ってきてくれるんですねでなんかもうこうやってやりながら近づいてくるんですよ。見てみたいな。で何っつって近づいたらお金持ちっていうのが近づいてきてここに日本の1万円とか1000円がいっぱいプリントされたT シャツ着ててやばすぎるそんなん作れんのみたいな。ダメでしょね。言えんだ。まあでもビッグマネーちゃんとジンももともとはジンを作ってたと思う。まあステッカーとかも絶対作ってたと思うけど、ジンがちゃんと面白くて、これとか日本特集でサンタさんとチューさんが幅乗ってる。でこの時多分あれですよね、代々木公園でみんなでライドしてたけど、ピーススポーツみんなちゃんとライドも企画するじゃないですか。そうだね。でなんかさ、その寄付募金活動とかもしててさ、やっぱ本当ピースなんだよね、文字通り。これとかもこの犬何なんですか？これね、なんかポップアップ、まあ、ここでやった時に何かのグッズを紹介する時に適当に書いたワンちゃんが法政チームのアンさんがもうすっごい気に入っちゃって、でこうなったと。でこう採用されたの。今全部についておにぎりシートのタグもそれだし、シグニチャーになっちゃった。シグニチャータグになっちゃった。T シャツとかも可愛い。可愛い。また会いたいよね。会いたいですね。でなんかその僕 LA 行った時に、その南のサンフランシスコじゃない方の、が僕結構めっちゃ楽しかったんですよ。どっちかって言ったら南カリフォルニア、LA とかコスタメサとかオレンジカウンティーとかの方って感じなんですかね。もうみんななんかこれ全員誰がピーススポーツなのか分かんないっていうピーススポーツ多分アイザック一人だと思うんですけど、トータルトラッシュとかもすぐなんか近いところにいるし、なんならライドするってなったらいつも一緒にやってるじゃないですか。ピーススポーツがライドってなったらパレスチナのね、あれとかも一緒にやってたし、あとエルプラドとかとも超仲いいし、最近エルプラドレーシングの画角で撮ってみた動画を毎回ラモちゃんストーリー上げてるんですけど、なんかこの胸からこうエルプラドアングル、そうエルプラドアングルそういう人たちがなんかすぐ近くにいて、やっぱみんな本当に自転車好きだし、遊ぶの好きだし、夜飲むのも好きだし、常に一緒にいるし、どこ行っても誰かしら会うみたいな環境だったのが、その辺もやっぱスケートと似てるんだよね。そのコミュニティが狭いっつうか、みんな知り合いみたいな、みんなでパーティーするみたいな、いいよね。そう、トータルトラッシュもあってみたいな。トータルトラッシュ会いました。何人かで、ピーススポーツのアイザックと一緒に日本来てくれたダニーも、まあ、多分トータルトラッシュで、最近トータルトラッシュのアパレルのデザインをしてたんだけど、ダニーにいろいろ連れ回してもらった日もあって、一緒にアレイ行って、でみんなが集まるバー行って、でそしたらエルプラドの人とかもいたり、他のトータルトラッシュのメンバーもいたり、なんかクラストでメキシコにグラベルライド行ってたのがあるんですけど、の人たちもみんないたりとか、すごい。結局それみんな一緒になって遊んでるから、まあ全員トータルトラッシュであり、全員なんかエルプラドであるみたいな感じなのかなって、ちょっと羨ましかったですね。エルプラド。まあ、おい持ってんだ。もらえたんだ。ワインって書いてあるやつでしょ。そう。一緒にライドしてたデビンさんっていうロマンサーカンチ乗ってるかっこいい人が。もう一人ノーランって人が今デレーチョ最近あれだ。ノイースター折れちゃって、で最近またデレーチョ組んでとかかっこいい人いっぱいいて、そうマジすごかったですね。アメリカもそうやって暑いけどさ、実はね、
カナダも暑いっていうのがここで急な方向転換上に行くんだけど気づいてますそれ北の方あれかぶってるのかぶってるんですねそういえば2回目ニューエラのキャップニューエラのボーンシェーカーっていうね最近よく聞くかもしれないけどボーンシェーカー MTB っていうブランドがあってもともとそのブランドやってるジェイクって人がいるんだけど、その人の出会いが受けるんだよね。そのもう昔、オンラインストアで、幡ヶ谷の裏で全部発送してた。今は倉庫でもうバーって発送してるけど、前ってそのバックヤードと店頭のその境目っていうのが分かりづらくて、で結構お客様とかがキュイってこうバックヤードに入ってきちゃうあーみたいになっちゃうシーンが多くて。でそのジェイクもその一人なんだよね入ってきちゃったパターンみたいなペダルなんだっけな XC3 かなんか持ってて、これさみたいなああちょみたいになって何どうしたのみたいになってその時になんかスケートブランドのパンク&ヨーっていうブランドがあってそれのオレンジのフードが来ててわかっこいいねみたいな話になってあそう実はパンク&ヨーのお手伝いとかしてたりみたいな話になってそうなんだっつってなんかの流れでこういうマウンテンバイクのマーチも作ってんだよねみたいな話になって確かその時はねそれでみたいになってじゃあみたいになったんだけどその1年後にまた来て連絡来たんだっけななんか連絡が来たんだと思いますそうだよねブルーラガー宛にも来てたんですよね確かこういうのやっててボンシェカマ MTB っていうブランドをやっててもしよかったらなんかライドしませんかみたいな、逆に誘ってくるみたいな来日する側なのにライド誘ってくれてなるほどじゃあ行こうかみたいになって、ジェイクってなんか聞いたことあんなって思ってじゃあどこどこ集合ねってなって一回またそれで店来たらちょっと曖昧だけどみたいな1年前のみたいな XC3 じゃんみたいなそう XC3 のホーミーじゃんみたいになってよーみたいになってなんかそっから仲良くなりだしたんだよねでライド1回行って僕と金子さんと多摩川ライドしに行って羽田の方まで行ったんだよねでもそれですごい仲良くなっちゃってでなんかめっちゃおしゃれなのジェイクってもともとアパレルのお仕事してたカナダの超有名なセレクトショップで働いてたっていうのもあってすごいおしゃれでなんか好きなブランドとかも結構気があってそんな人が作ってるマーチかっこいいなってなってその時 T シャツぐらいしかなかったんだけどやろうかみたいなってもう今やねいろいろ増えてなんかもうパーツみたいなのありますもんねパーツそうケーブルハンガー感知ブレーキの千鳥その26がやっぱ26が、オールド MTB か、すごい好きなんだよねで昔からジェイクはなんか MTB のレースとか出てたりとかしてこの前送られてきた写真があって、なんか成績も結構なんか多分ちゃんと出してたやつそうなんだそのレースで多分そうだからそんな人はやっぱカナダはさっき始まる前もね喋ってましたけど MTB の割と聖地だと本当思っててほぼオンタイムでサンフランシスコの、ね、上上がったところでできたシーンがあってそれを割とすぐ多分カナダにも来ててでカナダはもうとにかく自然がもう最高トレイルは一番間違いなくやっぱカナダがいいって言われるぐらいいいんでMTB パークとかも今でもいっぱいあるしもうそもそも多分生活に結構根付いてんだなっていうのがあってだからそんな小さい子だって MTB レース出てる周りの友達なんて俺いないっすよ俺もいない俺普通はいないそうだから頑張んないとできないけど結構あっちはもう頑張んなくてもできる環境がそうだね習い事みたいな感覚であるでカナダ初のMTB っていうか自転車のブランド、なんかいっぱいあるじゃないですかパーツブランドもいっぱいあるし、こっちで見ないマウンテンバイクがもう多分山ほどあるって言ってて、あっちには古いやつが、だからそういうのも含めて多分普通に足として乗りやすいじゃないですか、そもそも安いから、だからそれが遊びになってみたいな感じで、カナダにもシーンがあるんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですけど、昨日来たカナダのそのすごいマウンテンバイクがお好きなおじさまが昨日お客様で来て話してたんだけど、そのサンフランシスコでマウントタムでマウンテンバイクができたけど、なんか当時そんなにサンフランシスコじゃ売れなかったんだって、それを
カナダに持ってったらすごい爆売れしたみたいな話は昨日聞いててすげえ面白いな。リッチーがあってこっち来てリッチーがやってるロッキーマウンテンがカナダで発足されて、みたいな、ね、そういうバックグラウンドがねあるからこそジェイクもあんなマウンテンバイクショーとかやるし、トロントから来てくれるジェイクの友達なんだよみたいなやつ何人あったか分かんない分かんないよねぐらい結構よく来てくれるしそう遊ぶ人たちもみんなチャリ漏れなく乗ってるし、なんか普通におしゃれなアパレルをやってる有名な人とか、ただスケボーだけしてましたみたいな人とかも多分コロナきっかけで乗り始めたって言ってたりとか、みんな結構乗りやすい環境なんだなって思うんですね。ジェイクアパレルのセンスもいいし、何がやばいってそのなんだろう、人脈もすごいの。その俺が10年前ぐらいにうわスケボー大好きみたいな時にカナダのシーンも結構熱いの、スケボーって。そのシーンで活躍してた人たちを普通に日本行くからちょっと会ってあげてみたいな紹介してくれていやみたいなみたいな。で2回目会った時もその当時オールタイマーズっていうブランドがあって、それのライダーのエティエンっていうやつがめっちゃかっこいいんだけど、バンズのライダーとか普通にで来ていやみたいな心の準備できてないんすけどみたいなエティエンじゃんみたいな雰囲気もとんでもなかったですよ。そうなんかめっちゃいじられるしエティエンにだからでっかいバンズあんじゃん、そこにある。ありますね。それをちょっと持ってあの写真あれか。電話みたいにしてみたいなめっちゃいじられてね、そうだね、いろんな人を紹介してくれるっていうのがジェイクは好きだし、アパレルもかっこいいしね。グラフィック毎回かっこいいっすよね。それもまた彼の人脈でね、デザインしてる人も彼のローカルの友達たちが毎回結構いっぱいいろんな人がデザインしてるっていうのは特徴ですよね。そうだね。これかっこいいよな。これ超かっこいいデスホイールっていう。デスホイール直球の。そうなんでこれボーンシェイカーって言うんでしたっけ？骨揺れるからじゃない？骨揺れるから揺らしたいんじゃない？揺らしたい一押しです。で好きだし、なんかその好きな理由はさっきジェノサックが好きな理由にもちょっと被るんですけど、寒いとこだからこの人たちもだし、アメリカとは全然違うシーンなんで、そうだよね、服装の感じとか動画の自然の感じとかも全然違うんですけど、とにかく服装がマジ違いすぎてなんかもうちょっとなんですか、いなたくてかっこいい人たち多いな。そうだね、なんだろうね、いなたくはないのかな。テクイそうっすね。やっぱアークテリクスとかもあんじゃん。ちゃんと着てるっすよね。ちゃんと着てていいよね。アークの着方かっこいいよね。服装が多分一番おしゃれな格好して一番チャリ乗ってる人たちは今紹介した中僕のとかの感覚だとおしゃれだなって思うんですよね。一番そうだね、出てくる人たちもみんな服の関係があったからっていうのもあるのかね。そのファッションよりっていうかさ、そうジェイクマジでおしゃれなんだすげえ参考にしちゃうスタイルアイコン影響されちゃうっすね。でもボーンシェイカーもジノサックとライドも行くし、あとねあれかコーリングインシックにも広告出してたりとかするから、やっぱこのみんなのね助け合いな感じがね。僕インコンビニエンスストアの小出さんにお世話になってて、で一緒にライドしてきたんですけど、ボンシェイカーも多分ジェノサックとボンシェイカーで一緒に行ってライドしてますよね。そうしてる。1回去年一昨年ぐらいしてる。でそのトレイルに行きたくてそこに連れてってくださいって小出さんにお願いして連れてってもらったんですけど、そこもとんでもなかったし小出さんとボーンシェイカーとピーススポーツのなんかトリプルもありまライドみたいなのなんかやってたよね。だからもうほんとすごいよね。毎回すごいですね。みんなもうみんな友達だ。みんな友達っていうのがね。あとこの前バンクーバー、カナダのトロントじゃなくて左側反対側のバンクーバーに行って、ストリッツランドのマティアスさんってデンマークのブランドなんですけど、もともとはバンクーバー出身で、おばあちゃんのとこに帰ってるタイミングがちょうどジェイクが行くってタイミング重なって、じゃあボンシェイカーとストリッツランドと、あとラダビストのテイさん、テイさん、はい、ファウンドインザマウンテンっていう名前のインスタのアカウントの名前のテイさんが3人でストリッツシェイカーインザマウンテンっていう名前でライドしてたんですけど、その名前とかそもそもかっけえみたいなあれもなんか130人ぐらい集まったんですよ。
て、そうなんか130人のライドって何って分かんないすごいよね。いろんな名前出てきてるストリッツランドは特にカナダのこういうとこと仲いいイメージがあってすごいいいですね。ストリッツシェイカーとあとピーススポーツの時もピースシェイカーっつってアイザックが言ってたやつ。Let's go baby! Let's go! Let's go! ほぼ声できんだよ。バイクチェック。そうで、来月の頭にねボーンシェイカーのイベントをやります。ポップアップストアやるので、その時になんかやっぱジェイク服好きだから昔のマウンテンバイク関係のアパレルとかをすごい持って売るわけじゃないんだけどなんかそういうショーとかあとまあコラボグッズとかをまあずらっと並べて面白いイベントを今企画してるんで、まあライドもしましょうって話してますよね。日にちは聞いておきます。日にちは11月の2日と3日でございます。乞うご期待。でも会ってみたいですね。ちょっといやみんなおしゃれだし、友達になりたい。めちゃくちゃ面白い。なんかカナダの人って、優しいし一緒に飲みに行ったりするんだけど、めちゃくちゃ面白い。全然ね別に話さなくていいことずっと話してる。なんかミームの話とかずっとしてる。マジでミームっすよね。ずっと。まあそう会ってみたら絶対みんな好きになるから。その人たちもそう一緒に来るんだよね。友達たちでみんなまた一緒に来てくれる。そうだから多分ポップアップにも顔出してくれると。いいっすね。めちゃくちゃ面白いと思う。すごいことになると思う多分。出してる中でちょっと一個だけね言えてなかったけど、ロープレッシャーが。ロープレッシャーね。ちょっと謎が多いです。ロープレッシャー俺も謎すぎてあれなんだけど。みんなで掘りましょう。そうでもサンフランシスコだねこれもね。コーリングインシックの後にちょっと出てきたらしくてなんか絵がすごいもうエリックさんってこれやってる人が絵がすごい上手でね。でエリックさんも超チャリ好きであれなんだよねサンフランシスコランドナーズっつってさブルベ出るようなその団体の一員みたいなさ意外なんだよねこんなパンクなことやってるけど結構乗ってる自転車すんごい硬派。バキバキのランドナーみたいな。フレンチスタイルのランドナーめっちゃ乗ってとんでもない多分遊びをしてるんだろうな。そのギャップもいいよね。リッチーのファーガスさんとかも一応メンバーで。そうでもね結構やばい。結構内容がやばいからこれもねぜひ手に取ってみてほしいな。かっこいいっすよね。7個ぐらい7冊7冊だね。そう7冊今出てて全部仕入れてるんで。そうペリカンとかかなこれ読むの大変だけど読むっていうかなんかもう感じるみたいなすごいよね。流血ありグロー結構ねこういうパンクっぽいの好きならなんかアンタイヒーローみたいな感じです。スケボーのわかりやすい。そうやってるような扱い始めてばっかだから俺らもあんま分かんないけどこれはみんなでまだみんなで掘っていきましょう。そう確かにそうだね。そんなやつね。そんな感じですかね。まあ皆さんも掘ってみてください。じゃあねとか言って。じゃあね。バイバイ。